特攻隊、その言葉を聞くと、多くの人は神風特別攻撃隊を思い浮かべます。しかし、史実では航空機を用いた特攻隊には2つの組織がありました。海軍航空隊の神風特別攻撃隊と、陸軍航空隊の陸軍特別攻撃隊。皆さんもよく知っている、現在の知覧特攻平和会館。ここはかつて、陸軍航空隊の知覧飛行場があった場所であり、陸軍の飛行兵を育成していた、立新井陸軍飛行学校文教所の知覧教育隊としても機能していました。また、この知覧から、陸軍特別攻撃隊第二重進部隊の穴沢敏夫少尉が出撃する際には、桜の枝を手に、その姿を見送った知覧高等女学校の生徒たちもいました。彼女たち勤労奉仕隊は、出撃を控える特攻隊員の身の回りのお世話をしたことで、戦後に知られるようになります。戦後、特攻といえば神風の名が定着し、戦時中は特に名称がなかった勤労奉仕隊の学生たちも、なでしこ隊と呼ばれるようになりました。戦後につけられた史実とは異なるイメージと名前が、やがて今日の日本人の記憶に広く根付いていったのです。しかもね、神風特別攻撃隊っていう名前さえ使える。陸軍だったら使わない。これさえ。神風っていうのはあれは使わない。神風って使うのはアメリカさんだけ。神風が突っ込んできたって。それは向こうはもう陸海軍関係ないから、日本の特攻隊はもう神風って思い込んでるから。だからこういうあれだけが神風っていうのはわかるけど、日本でこれって陸軍の特攻隊ではみんな深部隊って言うから、神風っては言わない。絶対。でもこれで一つ間違ってるけど。深部隊って言ったって知らん人が多いもんね。神風って言ったら、特攻隊ってこう、ね。そうか。特攻っていう名前の作ったらろくなったないね。本当に。特攻って本当に、特攻という名前つく。昔特攻警察、これがもう本当に悪い、評判の悪い特別攻撃隊の特別もまたこれがだ。さっきやったなんかやっぱり船が沈んで泳ぎながら助かったんですかね。なんか重油の中泳いで行ったとかって、もう重油かぶって誰かわからんとかってね、海軍は嫌だなと思ったあれもう潜水艦だって死ぬのは嫌だしね。そうですよね。そうやね。ああいう死に方は嫌だ。なんて、無駄死にだったって。無駄死にとは思わんだろうね。その人の
まあ価値観の違いだろうけども、無駄死にって言ったら本当にその人の達成がない、何のために生きてきたのかわからんな。結果は無駄死にかもわからんけども、無駄死にっていう言葉はちょっと、当てはまらんね。自己死でもないし、無駄死にっていうのは、特攻を指名した少佐の、陸軍少佐のあいつが言う言葉であろうと思うね。いや、無駄死にとはちょっと、それはちょっと軽率ですな。同じ死に方でも、無駄死にっていう言葉はちょっと当てはまらんと思うね。彼らよりか80年も長生きしたと。申し訳なかったような気がするな。もう来るなって言ったから、やっぱりそうかもわからんね。来るなって言ったって命令だから、お前が来るなって言ったから来ないよって言うわけにはいかんけれども、やっぱり私たち同士で話すときは、もうお前たちは来るなよ、もう俺たちで十分だよっては言ってました。本当にそれは言ってましたね。俺たちだけで十分だって。彼らもそう言いながら亡くなったんだよな。戦闘機のパイラットに憧れてせっかくなったけども、まさか特攻があるとは知らなかったもんね。私たちの最後の望みはテストパイロットだったんです。みんな言ってたんです。テストパイロットになりたいって。飛行機乗りっていうやつは上を見るわけね。でテストパイロットっていうのはほら一番新しい飛行機のテストに命がけてなる。だからやっぱりロマンですよ。ロマンチックだ。それでも命を懸けるっていうね。だから今度生まれてきたってやっぱりパイロットになりたいなと思う。それはもう本当に家内が亡くなって家内がいる時でも
今度生まれてくる時もやっぱりパイロットになりたいって。あんた、そしたら結婚できんかもしれんよって言って。まあできんかもしれんけども、一応パイロットにはなりたいって言ってましたね、私は。